拓磨から見た武人、はい、武人から見た拓磨っていうテーマでちょっとやっていきたいと思います。はい、まあ本当にタイトルの通りそれぞれの視点から見たイメージというか、まあ表にはみんな知らないけど裏では実はこうとか、はい、なんか意外な感じを喋れたらいいなと思います。はい、僕から見た拓磨さんは、はい、早いな。僕が多分最初に拓磨さんのことを認識したのが千葉ジェッツの時の拓磨さんのなんか印象が残ってるんですよ。あ、そうなんだ。ヘッドバンドして。ヘッドバンドしてたっけ？なんか千葉ジェッツの時です。マジで？あ、罰ゲームでやった時かな。赤のユニフォーム着て、今の多分ヘッドバンドなんですかね。いや絶対違う、絶対違う。本当ですか？お前は幻を見てるぞ。ヘッドバンドで試合したことない。あ、本当ですか？ジェッツの時ないですか？ない。あ、じゃあ違うんですかね。じゃあ違う選手。違う選手。いや、入場の時はしてた。でもなんかその赤のユニフォームでヘッドバンドしてるのが最初の印象なんですよね、拓磨さんの。初めて見た。まあ全然中身とかそういうのは分かんないんですけど、それが第一印象というか、初めての初見の認識で、やっぱ人と人をつなげるのがすごい得意な方っていうか、拓磨さんの特性なんですよね。オフコートでも例えばケアしてて普通の雑談してる時でもやっぱ話の中心に必ずいますし、そういう意味でやっぱコミュニケーション力が高いっていうか、絶対この人なしでいいチーム作れないなっていう気はしますね。でも結構マジ嬉しい。はい、いいです。いいですか。あとなんか僕がこうなりたいっていうその人間像なんですよね。まさに拓磨さんが。いや明るくてでやるとこめっちゃやってでかっこいいじゃないですか。まあもう僕が追い求めてるこうなりたいなっていう人にめっちゃ当てはまってるんですね、拓磨さん。もう俺今日天国行ってる。でも結構前から言ってるじゃないですか、僕。いや言ってくれてるよね、竹。もう拓磨さんの性格が大好きです。いや変だよ。だいぶ変だぞ。いやそこがいいですよ。だいぶ変だよ。今喋ろうとしてたこと全部消えちゃいましたね。喜びがありすぎて。いや褒められるのがあんまり好きじゃないというか。自分で自分のこと褒められちゃうんで僕は。はい。なんか人から褒められるとなんかこう。はい、まあでもなんか確かにどっちかというといじられキャラっていうか。そういじられる人が多いから。まあほとんど話聞いてないんだけどね、いじられる。で結構なんかバカをしてるみたいなキャラで映ってるじゃないですか。僕が一番こういうとこもあるんだと思った側面があって、アイスバス練習終わった後に拓磨さんアイスバスとか入ってるんですけど、そこでなんか英語の勉強してるんですよね、アプリで発音とかで、なんか時間の使い方とかやっぱ絵本とかいろいろやられてるじゃないですか。はい、そういうなんかちゃんと考えれる人なんだって考えてる人なんだっていうのが思いました。この会話1時間続けましょう。みんなといると喋っちゃうから自分のことできないよね。一人の時にするしかないから俺多分してるだけ。あ、そうなんです。本当に今までチームメイトに言われて嬉しかったのは、はい、その千葉の時になんかビッグローとかギャビンとかクリスとかジョン・ムーニーになんかお前はグルーマンだって言われたことがあるの。グルメンだって言われたことがあって。グルーマンって何ですか？なんかまあ直訳するとノリ男っていうかノリなんだ、その人と人をつなげられる人だよなみたいな。そのプレーもオフコートもプレースタイルに出てますよ。いやノリオなんだって。俺のノリオって言って今度からノリオってノリオって呼んでいいですか？そうって言われて、はい、すごい嬉しかったのと、なんか俺もそのなんだろう、こう自分も活躍するのももちろん嬉しいけど、仲間と何か作ってとかチームが一つになってとか、それにかけてきたキャリアだったから、なんかもう本当それだけ達成できれば俺はもうなんかいいんだよね。はいはいはい、だからなんかそれをすごい竹が入ってきて、もう一人ノリを見つけたって感じ。認定されました。僕竹もその中にすごい強さがある自分っていうこう自分を持ってるものがこうさらに加わってるようなやつだなと思うし、25歳でそんだけできてればもう大丈夫だよって思う。すごくなんか僕今の話で言うと、拓磨さん的な
そのバスケットボール選手にもなりたいです。でもなんか僕の中でも代表になりたいという目標があるがゆえに、活躍しないと日本代表にはなれないから自分のスキルアップを勉強したい。でもやっぱ僕も拓磨さんみたいにチームを勝たせるような人になりたいって、やっぱどっちもあるんで、そこがすごい難しいなっていうのはどっちでもなれるよなんか絶対普段から覚えてます。いやどっちでもなれるよ絶対。どっちでもっていうか全部だと思うよ。寄らなくていいと思う。もうありのままでいいと思う。普通にバスケで俺めっちゃ大事なのは一番ポイントガードだと思ってるから、ポイントガードは本当に人よりも考えること多いし動く量もさやっぱり多いしさ、なんだろうね、匠とか喋っててもあいついつもなんか考えてるしさ、お風呂とか温泉行っても、はい、なんかこうってやってるからさ大変なんだなポイントガードってで俺はなんかこうさポイントガードにこうバッてやられて「はい」っつって「走ります」っていやもちろん自分たちで考えるけどね、俺はウィング陣もさやるけど、ポイントガードはやっぱこうわがままでいていいなとは思うよ。人を生かすっていうのもさ、自分のわがままでもあると思うよ。こう自分の思い通りに動いてほしいとこに行ったらそれがアシストになるし、本当それぞれあるよね絶対。ポイントガードゾーンみたいなのは、いやどっちでもなれると思うけどね、チームのことを思ってても。でも今までそれが分かんなかったんですよ、そのチームをどうやって生かすか。なるほどね。今までのその明星大学的にワンオンワンしかやってこなかったんで、でもやっぱ匠さんと出会ってその、あ、こういう人がこうチームを引っ張っていくポイントガードなんだっていうのが、いや匠こそ今の言った2つをもうできる。いやそうです、完全に、なんだろう、でもすごいありがたい環境ですね。なんかこうちょっとしたスペーシングとかタイミングとかさ、こう誰をこの時じゃあ乗ってるからとか誰に疲れてるからとか、もうそれがオフェンスディフェンス両面あるじゃん。で一瞬でもうスキャンしちゃいますもんね。そうショーンのバスケはそれが最大の強みで、それが全員できないとダメなんですよ、そう複雑だけどそれができたらめちゃくちゃいいバスケになるから、やっぱできない時はマジ辛いよね。でこうなんだろう、ファンの人たちもこう 見に来てくれててさ、本当にこうもどかしいじゃん、うまくできない時って。もう平日頑張ってさ土日のために働いてくれてさ、で俺らがまあこうねやるわけじゃん、見せるわけじゃん、負けちゃったりしたら本当に申し訳ないよね。でもやり続けるしかないしね、それを見に来てくれてるわけだからね、っていうので、僕から見た竹、やっぱ竹と同じような道をたどりたい人の方が多いと思うよ俺は。そのめっちゃ背でかいやつとかさ、何か特徴の、ね、体的にある選手よりもさ、竹って平均っちゃ平均タイプのさ体じゃん。確かに背とかね、でもやっぱそこに特徴が肉付けされててさ、でもなんかよく来ます DM で。どうその東北生活文化大学高等学校卒業して明星大学行った人から相談とか、ガチで、あと明星大学在学中の人からもたまに DM 来たりします、それはすごい嬉しいですね。本当にみんなの目標というか、こうこじ開けてくれてるパイオニアなんだね。なんですかね、いやそうだよ、絶対。僕とその岡田大輝が初めてくぐり抜けてきてるんですね、君も。ストリートで。いやストリートでね僕なんか B リーガーっていうあれないんですよ、自覚。そうなんです。その前にもうストリートボーラーだと思ってるんですよ。かっこいいなこれ言ったら多分なんかあんま良くないですけど、いやでもめっちゃ大事だと思うし、なんか僕はそっちの思いの方強いですね。名古屋に合ってるね。合ってますか。名古屋はちょっとなんていうの、アングラ感をちょっと感じるというか、なんていうの、そのすごいヒップホップ有名だし。拓磨さんは B リーガーの前にヒップホッパーなんですか。いやヒップホッパーではないよ、全然失礼すぎる。もう本業の方々に申し訳ないけど、気持ちというか、バッドホップのワイザーさんの歌詞を借りると、みんなが忘れることをまだ覚えてたいっていう。それはどういうことですか。力ずくでは手に入んないなんか地位とか、ね、名声とかよりもなんか大事なことあるよねみたいな、なんかみんなの記憶に残るってことですか。記憶に残るというか、フットゴスペルって曲があるんだけど、バッドホップの、マジで熱いから聴いてほしい。フットゴスペル、フットゴスペルだったと思う、ちょっと聞いてみます
やっぱ貧困とかさ、はいこうもともとどうにも変えられない環境から成り上がってきた人だから、あすげえなんていうのこう反骨心とあ。いうへえ。かさ半端じゃないんだよね。すごい壮絶な人生を歩んできてるから、なんかやっぱそっち系の人たちって思いが強いっすよね。強い本当にね、まあ、俺も結構幼少期からなんかいろいろ結構あった人だから、はい。逆境多めの人生だからさ、そう危ないよね。どっちかに行くかだよね。こう尖りすぎるかいい方に行くか分かんないけど、竹は完全にいい方にすごいいい方に行ってる。本当ですか？めちゃくちゃまっすぐな子だなっていうまずその印象で、言ったことを本当に素直にやるっていうか、まあいい悪いの判断できないタイプなんですよ僕。それ誰かに言われてあはいやりますすぐやるっていう、もうザ衝動系なの俺はね。で竹はすごい素直な受け座がありつつもちゃんと選ぶ目があるとは思ってる。そうですか？でもね、俺言われたの田畑亮さんに、はい、入ってくる前に、はい、もう本当に何でも信じちゃう子だからお前悪い方に持ってかないようになって言われてさ了解です了解です。亮さんありがとうございます。亮さんも最近いやそうだから竹はね本当まっすぐで何でも吸収するし、まあ、だからこう今まで上がってこれてんだなっていうのもあるし、匠がやってるワークアウトとかをこう来た当初メモったりしてて、あれ何書いてたの？あれお絵描きとかじゃないの？いやじゃないですめっちゃ書いてた。まあそうです。匠さんのことはめっちゃ研究しましたね。その来た3ヶ月ぐらいはひたすら一挙手一投足見逃さないように、どうやってフローター打ってんだろうとか、その練習のフィルムはあるんですけどそれも見て匠さんのこともずっと追ってたりとかはしたんですけど、結果何も真似できずって感じでした真似、まあなんかねずるいんですよ。匠は結構全ポイントガードがなりたい動きとかなんですよね。あれってすごい花形の動きなんで、で俺は勝手に思ってる。なんかいや間違いないです。かっこいいあの動きしたいって思っちゃうね、ポイントガードなら誰しもがしたい動きをしてるよね、これ言うとあいつまたなんか鼻の下伸びてる顔今想像したからなんかムカついてきたな俺あいつのこと褒めすぎてるな。いやでも拓磨さんがやっぱ一番分かってますよね、匠さんの凄さを。分かってるし、はい、俺結構匠の何でも知ってるからね本当に。まあでも最近それで言うと学ぶ姿勢が僕のネックになってるなっていう時期があって、はい、でもそれもやめましたね。最近なんですけど、それ学ぶ姿勢っていうのはこうなんていうの、でも全部学ぼうとしてると、結局それって受け身じゃないですか、ってなってきたら、絶対その人の上に行けないんですよ、とか、まあ、ショーンさんに対しても例えばヘッドコーチに対してもいっぱい学ぼうとすると受け身になっちゃって、どうしてもその時点で負けてるんで、じゃなくて最近はもう学ぼうとしてないです。もう自分を出して倒そうっていう学ぼうとしてないっていうか、学んだから出してるよね、アウトプットしてるって感じで、自分なりの色を出して、その瞬間瞬間のひらめきみたいな感じでやってる感じだよね。結局なんか僕の中でバスケットって思いが全てなんですよね。心技体っていう順番は本当その通りで、結局動作とか所作って心の表れなんで、プレースタイルも本当強気でやろうが弱気でやろうが結局内側次第だと思うんです。っていう意味ではやっぱ熱いものを持ってた方が強くなれるんで、っていうのはなんかすごい思います。マジメンタルスポーツだよね。メンタルスポーツですね、本当に。俺もね一時こう迷う時期があったっていうか、こう、バスケスポーツでさ、こうあんま言いたくないけどいつか終わるものではあるじゃん、この仕事が。なんかすごいさ、こう今しかできないことでもあるから儚いじゃん、なんていうの、こう確かにもう絶対終わっちゃうけど、でもそこの一瞬一瞬に俺らは熱くなるしさ、それを見てる人たちにも何か伝えられるし、それはもうね12にベンチ入りしたらそれぞれが違うじゃん、持ってるもの、見られてるものが多分違うから、そこがやっぱスポーツの一番の力であって、っていうのを思ってから、いやバスケってマジでいいなっていうのを25ぐらいから思ったね、本当に。
や俺熱い話大好きなんだよね。でもなかなかね恥ずかしくてしないじゃん。でもやっぱカメラもあってちょっとこう舞い上がるものもあり、ね、はい。竹のそういう話を聞けてすごいこう残りのシーズンね何をコートに出していくかっていうのすごい考えさせられたし、改めて、まあ、何よりねこうファンの人たちだったりスポンサーの皆さんにね、勝つのが俺らの仕事だからさ、そうですね。その姿勢は絶対ね貫いていきたいなっていうのは私的には思いましたけど、いや僕も同意見です。ということでこの動画が面白いと思った人は、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。高間でした。竹内でした。